こんにちは、はるです。今回は参照画像を使ってキャラクターの特徴をどこまで生成画像に反映できるのか試してみます。前回は IP アダプターを使って画像の雰囲気を取り込んでみました。でも今回は背景や雰囲気じゃなくてキャラクターそのものを参照してみたいんですよね。ということで今回は検証に協力してもらうために私のお友達に来てもらいました。しずく、どうぞ。どうも、しずくです。今回から一緒にコンフィ UI を試していくことになりました。いや、聞いてないけど。今言ったから大丈夫。大丈夫ではないと思う。今回はこの雫の画像を参照してどこまで雫っぽいキャラクターを生成できるのか試してみます。なるほど。それで私が呼ばれたんだ。そういうこと。初登場から実験台なんだ。まずは顔の特徴を参照できる Face ID から試してみよう。もう始めるんだ。Face ID は参照画像の顔の特徴を使って生成できる仕組みです。じゃあ私の顔を読み込ませればいいの？今回は雫のバストアップ画像を使ってみます。顔もちゃんと大きく映ってるね。これならいけそう。生成してみよう。あれ？エラー？ノーフェイスディテクテッド。顔を検出できなかったみたい。顔はあるけど。あるね。かなりわかりやすく。どうやら今回のアニメ調の画像では Face ID がうまく顔として認識してくれないみたい。じゃあ今回は使えない？ Face ID は一旦ここまで。別の方法を試してみよう。次は Face ID ではなく通常の IP アダプターを使います。結局前回と同じ？基本は同じ IP アダプターなんだけど今回はキャラクター画像を参照させるよ。まず IP アダプターを使わずに生成した画像がこちら。普通の黒髪キャラだね。ここからは雫の全身画像を参照させてみます。今度は全身なんだ。まずはこれでどこまで特徴が入るか見てみよう。じゃあ生成。おお、一気に変わった。髪がかなり私に近くなった。銀髪っぽくなって服装にも影響が出てる。顔だけじゃなくて画像全体を見てる感じだね。そうみたい。 IP アダプターなしと比べるとかなり違いがわかるね。ここからはウェイトを変えてみよウェイトって簡単に言うと参照画像の影響をどれぐらい強くするかを調整する値だね。数字を上げるほど参照画像の影響が強くなる？そういうこと。まずは 0.4 から試してみよう。特徴も入りつつプロンプトも効いてる感じだね。じゃあ次は 0.6。 さっきより構図が近くなった。参照画像の影響が強くなったね。0.4 と 0.6 でも結構違うね。ウェイトを変えるだけでも参照画像の影響が変わることが分かりました。でも強くすればいいってわけでもなさそう。そうだね。プロンプト側の指定とのバランスもあるから欲しい結果に合わせて調整するのが良さそう。もう一つ気になったのが参照画像そのもの。通常の IP アダプターではここまで全身画像を使ってたよね。そう。じゃあ今度は参照画像をバストアップに変えてみよう。ウェイトは 0.6 のまま参照画像だけ変えて比べてみるよ。生成した結果がこちら。全身画像の時と違うね。同じ雫を参照していても使う画像を変えると生成結果にも違いが出ました。ウェイトだけじゃなくて元にする画像も大事なんだ。そうだね。参照画像に何が写っているかも結果に影響するみたい。画像選びも考えないといけないんだね。これは覚えておきたいポイントだね。ということで今回は IP アダプターを使って雫の画像を参照しながらキャラクター生成を試してみました。フェイス ID はうまくいかなかったけどそこも今回分かったことだね。少なくとも今回使ったアニメ調の画像では
顔を検出してもらえませんでした。通常の IP アダプターなら髪型や髪色、服装までかなり影響が出たね。そしてウェイトを 0.4 から 0.6 に変えると参照画像の影響にも違いが出ました。同じウェイトでも全身とバストアップで結果が変わった。そう、ウェイトだけじゃなくてどんな参照画像を使うかも大事ってことだね。初登場から結構いろいろ試された。おかげでいろいろ分かったよ。それならまあいいけど、次もよろしく。もう次が決まってるんだ。それではまた次回。またね。